いらっしゃいませ。母がケーキ作りが大好きで、小さい頃はバースデーケーキとかも全部母の手作りだったんですね。でも自然にお菓子作りが好きになって、いろいろ同時進行で進めていかないと、はい、間に合わないので。柑橘と紅茶のタルト、中に紅茶のマフィンを挟んで上に柑橘乗せてます。フルーツの自然のこの華やかな感じがすごく好きで。
粒あんとお餅、柔らかく炊いたお餅と抹茶ムース入ってます。もう携わる人すべてが幸せになるお店になったらいいなと思ってハッピーにしました。2819円です。いつもはタルトの家族で何種類か選んで、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、あります。あ、でも誕生日の時はだいたい毎回来てます。今ここにはないんですけど、チーズのフロマージュがすごい好きで、あと滑らかプリンのかぼちゃプリンのタルトですか、あれ結構いつも出てるんですけど、あれがなんか甘すぎなくってすごい好きで、いつも大体買ってますね。どうやったらお客さんがびっくりするかなっていうので、いやーとか、何これとかっていうのを見るのがすごく好きなので、厨房からそういうお客さんの顔を見て喜んでるんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
フランス菓子とかと違ってバターが入ってるものじゃないので、少しほろっとした感じですね。サクサクとかじゃなく独特の食感があるんで。これで180度の方入れててます。一段3枚入ります。
ちはもう全部がカリッカリっていうかガリガリって感じですよね。これは外側はサクッとしてるんですけど中はしっとりして、でクランベリーとかドライフルーツとかホワイトチョコ、ピスタチオのナッツの感じがあって、これがオリジナルで作った今回イベント用に作ったお菓子ですね。こういうのでイタリアの郷土菓子を皆さんに感じていただけたら。イタリア語でピスタチオのこと、ピスタキオノンナっていうのはおばあちゃんっていう意味ですね。ピスタチオ好きのおばあちゃんが好きな人のために作るピスタチオ菓子っていうのがコンセプトで、これですね。ピスタチオのロース俺みたいにジャンクなものってるやつはダメです。一番とかね、飼育する段階でワカメとか使ってるとお菓子作り大変ですか？大変ですね。でも楽しいですよ。うまくいくとやっぱり。結構神経使いますね。気使ってます。
すごい綺麗に膨らんでます、あ、よかったですよ。心臓バクバクです。入れます。ああいうのは何を見て判断するんですか？あ、焼き色とか、あとなんか膨れてきたなんか割れ目ですか？いい香りしますよね。この匂いすごい好きです。ちょっと冷凍で固めます。はい。
ちょっとね、そうですよね。お客さんの開け閉めが強い時が。2つの釜合わせて8時。ピスタチオ3粒。営業日だとやっぱり朝バタバタですか？もう毎日こんな感じですね。いっぱいいっぱいです。今日何時からパン焼き始めてたんですか？今日は2時半ですね。まあ、そこまで今日すごいパン焼く量が多かったわけじゃないんで、もっと早いと1時半から始める時もあれば、もちろんその分早く寝るんで6時間とかは寝てますね。9時ぐらいには寝て、もっと早い9時時、そうですね、9時ぐらいにもうちょっと早い時もありますね。
おはようございます。私も小さい。周りがサクサクで中がブリオッシ生地なのでふわふわしてます。紅茶が入ってるので、その風味と揚げ上がりにミルクパウダーとお砂糖を混ぜたものを作るのでミルキーな感じです。お待たせしました。オープンでございます。こんにちは、どうぞ。
パストラミだけ取っていただいてもいいですか。はい。はい。お待たせいたしましあ、大丈た。夫ですよ。すみません。まあ、うちは対面販売って言ってお客様が取るスタイルじゃなくてうちが取るので、そこでのなんか会話とかも楽しみながらで、帰るときはお見送りをして人と人とのつながりを大事にしています。通常は小麦粉なんですけど、グルテンフリー食品を、全部が全部ではないんですけど、そういったものをちょっと使っていきたくて、なので特にこのメインのものは米粉で安心安全の食材ですけど、そこはこだわってますかね。色がついているものはクレームブリュレのような感じの香ばしさ、薄っぽい、こういったものはクリーミーな感じに、それでお客様に聞いて、どちらの方が好みですかっていうので。結構プルンプルンしてるんですよね。冷やすとチーズが入っているんで締まります。
ケーキとかってやっぱりお母さんとかが自分の息子にあこれが好きだったよなとか、自分の旦那が自分の奥さんがこれ好きだったよなっていう、その相手のことを考えながら注文しそのご予約してくれる時が一番僕は好きですね。あなんかいいなって思います。いっちゃいます。もともとお客さんでこのお店に来た時にオープンしたての頃でスタッフの方誰も雇ってなくて斉藤さんがもう1人で作って1人で販売をしてもうすごい忙しそうにされてたんですけど、忙しそうにしてる中でももうすごい笑顔が絶やさずにとても素敵に接客してくれたので雰囲気とっても素敵だなと思ってたら求人の募集がかかってもう迷わずに応募しました。実際に中に入ってみても、すごいいい人だなと思ってもうとても働きやすく手伝いさせていただいてます。使って煮詰めて一期一会です。しっかりやる。
今洋菓子やってますけど、洋菓子好きじゃないんですよ。食べることが好きじゃなくて作ることが好きなんですよ。で作って喜ばれることが好きで、一番初めはフレンチでそこでデザートをやらせてもらってる時に自分が作ったものを喜んでもらえたんで、それがすごいそうですね癖になって、じゃあ極めようと思って。ケーキが好きな人何が食べたいかって聞いて食べたいもの、そうですね。あとお客様常連さんの食べたいものをちょっと聞いて、でそれを作ろうかなっていう感じにしてます。ますね。土佐分担ですね。入ってます。じゃあ親戚の分担畑、ここで採れた分担を現地でそれをジャム状にしてくれて、でそれを使ってます。
に溶けてない。おしまい。はい。したらじゃあ次。結構月に何回か、はい、買わせていただいてますですね。バスクチーズケーキと子供がショートケーキが好きなので何度か買わせていただいてます。新商品なんですけど、ガトーショコラ。はい。もしよかったら。ありがとうございます。よね、逆に。嬉しい。あさってまで、それまで本日中にお召し上がりください。めっちゃ可愛いですね。全員入れしたらいいですね。はい。あ、ごめん。ごめん。なるほど。断然早い。はい。もう全入れで。はい。入れます。もうとにかく優しい。もうスタッフにもお客さんに対してもこう喜んでもらいたいっていうもう全体からそれが溢れていて、美味しいケーキを作るっていうのもそうなんですけど、人と人とを大切にしているっていうのを感じますね。茶目っ気ある中で、実際にやっぱ仕事に関してはストイックで真面目なので、こう指導するところは内容まで細かく教えてくれるんですよね。最高の職だと思ってます。職場環境って結構大事じゃないですか。まずここで働いてる子たちがいいなって思ってくれるところじゃないと多分接客にも出るんで、絶対にまずお客様もそうなんですけど、従業員がいいなって思ってくれる環境、お客様にも伝わるんで、多分自然とお客様もいいなって思ってくれると思ってるんですよ。お客様の反応が結構僕は好きですね。美味しそうっていう嬉しそうな顔を見るのが好きなんで、だから僕は作るのが好きです。はい
美味しいお菓子を作って待ってます。いつでも遊びに来てください。お待ちしてます。心に甘い虹がかかりますようにっていうね、レインボーっていうね名前をつけました。インスタでバーって見てた時にここが出てきて、何このでっかいクレープって思ってお腹いっぱいです。はい、満腹です。レインボーさんやったらまだ上行けるって言ってね、レインボーにしかないクレープをこれからも作ってほしいってね言われたのがすごい嬉しかったですね。これは嫁の知り合いの画家さんと一緒に自分らで描きました。はい、お願いします。はい。じゃあやりますね。本当は泡立て器ね、これやったらちょっとしんどいですけどね、いつもこれでやってます。はい。慣れましたか、こうやって取られるの。最初はなんかすごい緊張して焼いたりとかするときなんか手ブルブルそう手ブルブルとかします。主人はね慣れてるんですよね、テレビ慣れっていうか。あ、そうなんですか。向こうだんじりでよう芸人さんがねよう着るんですよ。私はもう言われるがままにねそのまま喋ってるんですけど、主人はねうまいんですよ。私はやっぱ緊張します。一応こんな感じです。はい、これでできました。バナナすごい使うね。7色のガチャイマリは8本はいるね。高いですけど、うちはいちごの時期が終わってもずっといちごを使ってます。夏は農家さんに直接送ってもらってるんで、はい。はい、これでいちご。
cappuccino.これね、いつもバイトの子が書いてくれるんですけどね。よその地方やったら、ここに何々県からご来店いただきって書くんですよ。はい、これが結構持って帰る方多いですね。はい。じゃあもうこんだけやったらいけるけど。7と1号お願いします。すごいですね、高さ。7色なんで4段になるんですよ。お客さんが食べた時にそこも詰まってるようにね。シェアバルの多いんですけど、中に4段入ってるっていう。一番の大変なところなんで。はい。めっちゃ重そうですね。はい、結構重たいです。ここからまた乗せていく。ホイップでね、一回全部隠すんですよ。これちょっとね、その上からやっていくんで。嫁の試食を食べてる最中にさすがに朝昼晩と食べてたんで甘いのしんどくなってきたんでソースを変えてみようという実体験から一番合ったのが練乳でした甘いに甘いが一番合いました。僕は練乳が一番おすすめですもともとはここ祭りの部屋。祭りのシーズンが終わってから全部カーテンで商品隠して部屋にさせたんですよ。スタッフでみんな読むんですよ。今日こういう風に書いてくれてるねとかね、すごい楽しく読ませていただいてるんで。これは抹茶のケーキ。これは目になるとこで。
いします。2つのクレープです。はい、どうぞ。私は今主人の名前書きました。もし告白する際はここにこうやってね、メガ盛りこうちょっと紙が綺麗にしますね。ちょっと今回急遽ハッピーバレンタイン。普通のサイズでも他のとこはねこれだけになってるけど、うちはこっからまだ乗せるんで。最初で聞いた時に切ってインスタとか見てたらなんか大阪のグレープ特集とかでここなってて、わすごいと思って、すごい人気になってると思って、自分の見たところがすごいと思って。3人は初めてで、
この人だけ先月も来たことある。2ヶ月連続で。あ、2ヶ月連続で。名古屋からすごい。じゃあ食べれる自信全然ある。あ、じゃあこっちからください。できました。後で生地1枚ください。大変お待たせしました。終わりになります。全然楽勝っすよ、こんなもん。楽の勝っすよ。うまいっすよね。デラウメーガや。なんでこんな名古屋弁出すね。いやいや、言わんでいいよ。そうそうそう。楽しい。はい。12番です。 12番ね。大きいね。いくよ。あ、もうしよう。はいはいはい取って。前一回来たんですけど、時間営業前だったんかな。あ、そうなんですね。平日に来て。じゃあ今日リベンジですね。最高です。最高ですね。クリーム好きにはたまらず。はい。行っちゃおう。お待たせしました。すげえ。どうぞ。ありがとうございます。すげえ来ましたね。めっちゃ重いっす。無限に生クリームが出てくる。スプーンですくってもすくっても見える先生クリームなんよ。素晴らしい。すごいね。やったぜ。お腹の具合はどうですか？お腹いっぱいです。はい、満腹です。まあまあです。ありがとうございます。めっちゃおしゃんミニコーヒー。おしゃん。寒いし温まるわ。インスタでバーって見てた時にここが出てきて、何このでっかいクレープって思って。インパクトすごいですよね。そうやのにそれを頼まずに普通のを頼むって。クレープを見て幸せな気持ちになっていただけたらなっていう心に甘い虹がかかりますようにっていうね、レインボーっていうね名前をつけました。結婚したと同時にこのレインボーができました。はい。隣は僕が一応やってまして、横は嫁なんですけど、横の時は僕は従業員として買い出しからいろいろ外の用事までやっております。幅広く。反対にその主人がだんじりの忙しい時は私がだんじりの方をねお手伝いさせていただいて、レインボーさんやったらまだ上行けるって言ってね、レインボーにしかないクレープをこれからも作ってほしいってね言われたのがすごい嬉しかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。
これは水飴と砂糖ですね。砂糖もちょっと粒の大きいやつを使ってるんですよ。上品な甘さの砂糖です。この刃を変えることで大きさが変わってくるんですね、おこしの。見たことないものすぎて面白いですね。この古い機械使ってるのうちぐらいで、もっと新しいのみんな使ってはります。予想。もち米を切ってあるんです。普通おこし屋さん言ったらこんなんばっかりやってるとこあるので、こういうのを仕入れておこしにするのがおこし屋さんなんですけどね、うちはお米仕入れてきてこの状態までするんです。なかなか
いうのがうちの特徴かな。いいのから悪いのからいっぱいあるんで、どうしても値段に安いくずみたいなの使いはるから、うちはそういうのが嫌なんで、いいお米使って。これはお米、ちょっと粒が小さい。これごまです。
周りが使います。砂糖と小麦と水しか使ってなくて、代々300年使い続けられてるお菓子です。蒸したてはやっぱり熱いんです。で柔らかいのでちょっと指の跡がつかないように持ち方がねこうっと。
ってる時はそうです。周りが光ります。砂糖と小麦と水しか使ってなくて、代々300年使い続けられてるお菓子です。製法とか配合に関してもやっぱり変えるつもりは全くなくて、その理由としては材料自体はもちろん昔に比べたら良くはなってるんですけど、自分、和菓子職人としても一番完璧に出来上がった和菓子やと思ってるから変える必要がないと思ってます。かっこいいポーズでしたね。
をかけました。芦田愛菜です。献血はおはようございます。スーパーボーンベリテン4回地点です。投稿をお待ちしています。ハッシュタグのともにハッシュタグ JFN をつけてポストしてください。観光客向けの宿泊ということで、まあ、コロナ禍の行動制限が発生していると思うんですが、マクドナルドとそうですが、レスポンシブルトレードという考え方も注目されていて、いろんな方いらっしゃるので、まあ、あれ私はなくていいですということがありますので、対策について、どういう個人の方、はい、おっしゃるとおりだと思います。これこれはね、普通のきな粉よりも切ってあるからより香ばしい香りが強いです。
一つやっぱ思うのは和菓子の普及ですよね。和菓子がもうどんどんやっぱ衰退してきてて、例えばおやつに和菓子とケーキ食べたいってなったらほぼほぼケーキなんですよ。でやっぱ一番悲しいのが頭の中に和菓子っていう文字が浮かばないっていうのがやっぱ多くなってきてて、でそのためには和菓子を今の若い子に食べてもらうためにどうしたらいいかっていうのがきっかけだったんですよ。継ぐか継がないかみたいなは話あったんですか？自分は明確に覚えてて、小学校4年生の12月24日クリスマスの日にうちの父親が当時バターケーキをやってて、クリスマスの時だけで、それで、夜の8時ぐらいだったかな、工場に向かってく父親の背中見た時にめっちゃかっこええなって思って、あと継ごうって決めました。自分はすごい、僕はめっちゃ明確に覚えてます。実際に手で触って作るっていうのはもう専門学校行き出してからですね。それまでは一切手伝ってもないし、継ぐって決めた時点でこの業界入るまでは自分のしたいことやりたかったんで、それに没頭してました。それまで一切触ってなかったんですね。触ってないですね。で手伝いとも言われてないし、本音を言えば継いでほしい長男に。けど例えば長男がむちゃくちゃ出来悪かったら継がすつもり全くないし、それやったら一生懸命自分の支えてくれた従業員の子に渡す方がいいと思うし、自分では言いたくないかな。自分もそうやったけど、親の背中見て好きになってやりたいって思わせれんだら自分の責任かなみたいな。美味しいですか？よかったです。すいません。ありがとうございます。こいでしょありがとうございます。
ちらバターですね。普通に無塩のバターです。市販でも売ってるようなやつですけれど、まあ、単純にバターはやっぱり美味しいです。よいしょ。とりあえず200食分くらいですね。保存のしやすさとかいう理由もあるんですけれど、そう単純にねお子さんが食べるっていうことが多いので、結構こういう豆乳とか使っているものも栄養価の高いものっていうのは結構あります。4年目に入ったんですよ。で今はちょうど25になりまして、ちょうど始める時の20代くらいの時にもっといったお菓子屋さんのところで就職するか、まあ自分で何かしらやってみるかみたいな選択肢がありまして、せっかくならまあ若いうちにねやれることはやろうみたいな感覚で、まあいつの間にかキッチンカーが始まりましたね。キッチンカーをやりたかったというよりは、まあ自分で作ったものを出せる場が欲しかったんですよね。ラズベリーを、まあ、ペースト状にしてお砂糖と一緒に煮詰めたやつですね。クリスマスの限定品ですね。そう基本的にうちのクリームは全部生クリームが入ってないんですよ。イベントとかだとクレープとワッフルが2台横に並ぶこともまあまああるんですね。差別化じゃないですけど、生クリームなしでやってます大体。これがもうちょっと冷えると固まってきて、でワッフルのね穴に絞るのにちょうどいいぐらいの硬さになるので。これ何ですか？グルマンディーズグレーズっていちごの濃縮液みたいな感じのやつですね。失礼します。クリームを10種類くらいやってると全部1種類ずつとかでも結構な量になるので。といった感じで、いつもお片付けは全部終わってからなんですか？終わってからもうこれ全部重ねちゃって持ってっちゃう感じです。これが全粒粉ですね。小麦粉の半分くらい入れてます。ですね。はい、全部言ってったらもうレシピ公開ですね。確かにまずいところちゃんと言ってください。まあ、なんとかするんで。今の何ですか？これが消しの実ですね。消しの実です。消しの実？あんパンとかの上に乗ってるつぶつぶというとわかりますかね。はい。そうあれです。あれごまじゃないんですね。あれごまじゃないんですよ。でこれでベースの粉が完成ですね。これが日によって全粒粉のところがライ麦に変わったり、まああとコーンミールとかそういう他の粉物に変わります。ベースは一緒なんですけど結構ね風味というか雰囲気が変わりますね。食感もちもち具合と、あとやっぱ鼻に抜ける風味はかなりライ麦は変わりますね。ライ麦一押しです。
どういうふうに決めるんですか？まあ在庫とかの関係が一番ですけど、あとは気分ですかね。大体飽き性なので同じもの作ってると飽きるんですよ。卵黄ですね。最近販売価格が2倍くらいになってめちゃくちゃ打撃を受けてる卵黄ですね。バイトまではいかなくても 1.8 倍くらいになった卵白ですね。仕事じゃない時の自由時間がないことですかね。もう帰ったらそのまま仕込みがあるので、実質的な仕事が営業終わったら終わりじゃなくて、営業終わった後にお家に帰ってから洗い物だとか食材しまったりして、でそこから仕込みってなるんで、搬入が9時とかで終わりが8時とかの現場も全然いっぱいあるんで、これ冷やしといて、で次の営業の時に持っていけばって感じですね。ねえ、あ、やめなさい。だんだんと声を荒げていってしまうから。まあ猫好きが猫好きを呼ぶのもあって、ああいう猫グッズをしていると猫好きがね集まってきてくれるんですよ。あ、おはようございます。いえ、とんでもない。相手してくれました、また。早いですわ。これでいかがでしょう。今日いい天気ですね。そうですね。割と涼しいですし、人も出そうな感じで。行く時ってなんかこう考えてたりとかってするんですか？あんまり考えてないですね。どちらかというと暇な時間をどう過ごすかみたいな感じです。だから普段はだいたいラジオとかつけて音楽聴きながら、ただただ1時間とか30分とかの道のりを行くだけですね。あ、おはようございます。どうも。これで中がついたはずです。
ぜひ12月9日鶴見公会堂で映画の上映があります。ぜひともお越しください。チャンネル登録よろしくね。ありがとうございます。はい置いといて。ああいう感じで、とにかくどんどんこういろんな方と知り合いになっていくのがキッチンカーな気がします。帰りって言ってるけど帰りまでやってるといいな。お子さんも大体いっぱいなんですけれど、平日なんかはオフィスのおじさま方がこう、ね、オフィスの女性陣にまとめていっぱい買ってったりとか、本当に今9種類あるんですけど、こちら全種類1個ずつみたいなことも結構ある。平日は平日で、土日は土日の需要がある感じですね。今日4時ぐらいまでイベントをやってます。すみません、ごめんなさい。お願いします。すみません、お手数おかけします。海外製なのもあって物自体はかなりしっかりしてます。周りの和菓子屋さんからすごい醤油のいい匂いがしますね。生地焼くのでだいぶ匂いが出るので、生地焼くこと自体もやっぱりお客さん呼び込む行為になるので。2つだけ最初なんで試し焼きです。でこれで完成の状態ですね。電気は全部これに持ってかれてるんで、ストーブとかつけられないんですよ、なんも。結構過酷ですね、したら冬。冬と夏は過酷ですね。はい、メープルとスイートポテトで。はい、こちらお持ち帰りですね。はい。はい、大丈夫です。ありがとうございます。お待たせいたしました。はい、すみません、失礼いたします。はい、ごめんね、お待たせしました。ごめんね、はい、ありがとうございます。ありがとうね。最初は4種類とか5種類くらいしか作ってなかったので、スイートポテト系とかそういうお芋系のが食べたいっていうのでこれも作りましたし、お客様の声を聞いた挙句いつの間にか10種類とかも日常的にあるようになって作る量が増えてますね。メープルバター1つ
袋電子レンジとかトースターで温めていただいても美味しくいただけますので、このままでも全然大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、すいません、お待たせしました。プレーンとチョコレート。はい、プレーンとチョコレートでお持ち帰り用で大丈夫ですか？はい。すみません、お待たせいたしました。ありがとうございます。雪だるまのですね。よいしょ、お持ち帰り用もできますけど、すぐ食べますか？こんにちは。はい、お待たせいたしました。お子さんの美味しいが一番ね、なんか素直に聞こえて嬉しいですね。それもあっても値上げできないですね。はい、いちごです。初めてです。初めてです。匂いにつられてる。ね、今日はおやつにしようかなって。はい、ありがとうございます。じゃあ1つ300円ですね。で、あと1分かかんないくらいでできるので少々お待ちください。お待たせしました。ありがとう。お待たせいたしました。クリスマスベリーください。はい。インスタ見てね、絶対このクリスマスベリーにしようと思ってた。初めてです。あ、本当ですか？いつも狙ってて、ダメだったんですよ。だから今日は絶対と思って。失礼いたします。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。濃いでしょう。ありがとうございます。美味しいね。美味しいですか。よかったです。はい、お待たせしました。ありがとうございます。